鉄鎮工房へようこそおいでくださいました。今回は、エブリィ、スクラム版の、ルームミラーを利用して、カーナビを取り付けてみたので、その過程動画をお届けします。ご覧の通り、愛用のスクラム版には、純正のオーディオが組み込まれていましたが、カーナビ、手持ちのオーディオ、バックモニター、温度計などをダッシュボードに集中させ、ホルホルしていましたが、最近、エンジンがかからない時があり、ディーラーで点検してもらったところ、原因不明。伝送系をいじったからじゃないのってこっちが疑われる始末。頭に来たんで、全部元に戻して、それでもエンジンがかからないことを証明してやりました。ほどなくして、トランスミッションに絡むリコール通知が来て、無償修理を受けたら、エンジンがかかるようになりました。どないしてくれるねん、今までの労力。元に戻す気力が湧かないので、このカーナビを簡単に取り付けられる場所を探します。まずは、取り付け条件を確認。国土交通省の定めによると、前方視界基準に従い、運転者の視界を妨げないように取り付ける、ドライバーが運転中でも画面を確認しやすい場所、ダッシュボードのボタン類の操作の邪魔にならない場所、とあるようです。ネットで確認しても、ほぼほぼダッシュボード上に設置しているようです。鉄鎮は座高が低いので、ダッシュボード上は、ちょいと苦しいか？ならばここはどうだ？スペース的には、カツカツ収まりそうです。ルームランプを潰すことになりますが、2室のランプを、天井中央に移設してあるので、多分不具合はないでしょう。では、早速取り外します。おっきめのネジ、2本で、がっちり固定されています。そーっと外すと、電気コードが繋がっています。これは、コネクターで接続されているので、引っこ抜けば外れます。作業部屋に戻り、さらに分解し、不要なパーツを外して、出っ張りをなくします。さて、ここからが、J の出しどころ。ご覧のカーナビを、なんとか合体させたいのですが、何せ大昔の、古いナビなので、結構ずっしりと重たいです。両面テープで、なんとかなるような代物ではありません。ここ、ホルダーを固定するガイドですが、これを利用して、ボルトで固定してみます。できるだけ、頭が薄く、平べったいボルト、これがいいかな？あとちょっとが入らない。ちょっと頭を削ってみます。これでどうだ？惜しい。あとちょっと、顎の方も削ってみます。さあ、どうかな？入った入った。これで、ナットで締め付けられれば、しっかりと保持できそうです。このボルトを、どうやって固定しようか？いや、こっちだな。このまま、でっかいワッシャーをつけて締め付けることができそうですが、なんか不安定なので、木の端材でスペーサーを作ります。スライドスイッチが収まっていたスペースの寸法を測り、同じサイズで、木製スペーサーを作ります。もうちょっとかっこよく、金属製や、3D プリンターを使った樹脂製スペーサーとかを作ってみたいですが、木が好きなのよね。彫刻刀を使っていると、職人になった気分になるし、あったかみがあるじゃないですか。はい、すっぽり収まりました。これに、ボルト穴を開けます。なんか、見てて、危ない。これ、100均で購入した、ゴムバンド。むちゃくちゃ、臭い。これを、ホルダーとの間に挟み、きしみ防止と、プラスチック破損防止を図ります。ナットを取り付け。ここで、前回動画でご紹介した、プラスチックスパナを使用します。電気が通っていないので、意味ないですが、見せたかっただけです。がっちり、固定できました。よしよし、いけるいける。ウキウキしながら取り付けに行ったんですが、ナットの端っこが、矢印部分に当たってしまい、固定できません。はい、お帰りなさい。
この部分、あと、5ミリほど上にずれれば、どこにも干渉せずに取り付けられます。どうやって修正するか？強引に、ボルトを曲げてみたろかな？使用するのは、手作りベンダー。曲げる方向に印をつけて。ちょっと、本来の使い方とは異なり、邪道かもしれませんが、壊れてもいい覚悟で、強引に曲げてみます。いくよ。うにゃうにゃ。よし、曲がった曲がったー。ほぼ、中央まで曲がってくれました。これに合わせて、木製スペーサーの穴を修正します。修正といっても、強引に穴を拡張するだけですが、先が見えてきたので、ほぼほぼ思考停止、勢いだけで作業しています。これでどうかな？よしよし、大丈夫そうです。ナットを締め付けて、がっちりと固定。最後に、大きな落とし穴。この、取り付けネジ、どうやって締め付けるねん。こりゃ、無理だわー。しょうがないので、ホルダーに穴を開け、ドライバーを貫通できるようにします。このホルダー、金属製だと思っていたのに、切りくずを見ると、なんと、プラスチックでした。全く歪まないので、どんな材質なんだろうか？知っている人いたら、教えて。無事に穴が開きました。強度的には問題ないと思います。さあ、取り付けです。スマホ片手に、左手一本での取り付けで心もとないですが、なんとか頑張って取り付けます。よしよし、がっちり固定されました。動画には残していませんが、電源配線は、ピラーカバー内、天井裏を這わせ、見えないようにしています。セット完了。作動、OK。いかがでしたか？最初は違和感がありますが、視界を遮ることがないので、慣れるとこっちの方が見やすいですよ。最後までご視聴ありがとうございました。鉄鎮工房へ、また来てね。